ではインタビューを始めさせていただきます。はい、お願いします。お願いします。まず会社の歴史を教えてください。私たちの会社は、はい1927年に創業しまして、なので大体97年ぐらい、経ってます。はい。すごい長いですね。はい。何代目になられるんですか？私で4代目です。そうなんですね。川内さんがこの革製品の製作をしたいと考えるようになったきっかけを教えていただきたいです。そうですね。私はもともとその革製品を作る会社の子供だったので、はい、小さい時から革に囲まれて、生活してきたんですけれども、はい、そういうの身近な存在であったので、私は最初、普通に会社に勤めてて別の業界にいたんですけれども、5年ぐらい前にですかね、やっぱりこの仕事をしたいということで、この会社に入ることになりました。そうだったんですね。この会社の創業当時の状況だったり、会社ができたきっかけなどご存知ですか？詳しくはちょっと分かんないんですけど、1927年の、第二次世界大戦前のことなのですけど、ここではなくて浅草橋というところで、創業私の曽祖父がしたんですけれども、当時はタバコケースだったりとか、そういうのを作ってる、職人としてスタートしています。そうなんですね。それで、ちょっと、第二次世界大戦とかがあって疎開して、この川口で、なんだかんだで、創業会社を起こしてまた新たにスタートしてるっていうのが会社の歴史です。ありがとうございます。他の革製品を作っている会社さんと比べた際の御社のこだわりポイントを教えていただきたいです。そうですね。私たちは、国内生産にこだわっているっていうところですね。やっぱりさっきの革もそうですし、私たちが作るところもやっぱ自社工房で、国内で一貫して作るっていうところにこだわってます。またあと、97年やってるっていう長い歴史のもとに経験をもとに、目利きであったり、革に対するこだわりとか、そういったところを、主にやっています。なのでそこが、違う点かなと思ってます。今回見させていただいたカードケースの他にどのような製品を作っていますか？はい、実際にお見せします。ありがとうございます。こういったバッグ類ですね。はいトートバッグだったりとかショルダーバッグ、あと小さい財布、あと靴なんかもあるんですけど、このトートバッグは A4 のノートであったりとか、ノートパソコンも十分入る大きさになってますので、こうやって中に小さいポケットがあるので、財布だったり携帯の方を仕分けれるようになってます。チャックがあるので、落ちる心配もないですし、十分肩にかけれるような持ち手の長さになってますんで、ビジネスだったりとかにも十分使えるような大きさで今回こういうのは作ってます。すごい取っ手の長さがちょうど良さそうですね。そうですね、やっぱり男性でもかけれるように十分な長さを取りました。そうだったんですね。この中の特殊な仕切りは何ですか？これ私たちが考えて作った、ぶどう房型カード入れみたいな感じで呼んでるんですけど、こうやって上に一枚一枚こう独立してるので、カードの方が取りやすかったり探しやすいのが、特徴になってて、本当に1万円札と同等ぐらいの大きさなので、かなり長財布にしては小さいのが特徴です。すごいカード入れのところが使いやすそうです。そうですね。あと持っていただいて分かる通り、革製品なのにすごい軽いのが、これも豚革の特徴で、牛革に比べて革製品なんですけど、とても軽い。バッグとかも、革製品ってどっちかというと重たいイメージがあって、女性とかが敬遠してる方もいると思うんですけど、豚革はそんなことなくて、とても軽いのが特徴です。持ってみてもいいですか？本当だ、すごい軽いです。そうですね。こんだけ金具も使ってても軽いので、いろんなものを入れても、そこまで重くならないのが
確かにとてもいいなパソコンとか入れても全然持てそうです。そうですね、はい、ありがとうございます。あとは豚革の特徴としてこう毛穴が表面にあるので、ここが牛革とかの他の畜種と違う大きな要因でして、これがあることによってはい、通気性が良くなるので、はい、こういった靴にした時も、蒸れにくかったりとか、女性のパンプスとかはいのインソールって中は豚革で使われていることが結構多いんですけど、そうだったんですね。はい、でもこれはもうオール豚革なので、はい、中だけじゃなくてこの辺の外側も通気性がいいっていう。あとやっぱ革靴にしては軽いので、はい、とても、履きやすいかなと思います。であとこれがはい、使い込むとはい、こういった色からすごいこういう全然違いますね。これは普通の豚革じゃなくてこれは実は黒豚なんですよ。なんで普通の豚よりもどっちかというとちょっと脂肪がもともと多いので、はい、とても皮自体にも脂肪がかなり含まれてるんで、はい、こうどんどん使っていくと人間の脂と豚の脂がこう出てきて、こういったツヤ艶がとが出てますね。ても出てくるっていう特徴がありますね。なんで本当にいろんな使い方をしていただくと、はい、その人にそれぞれの成長の仕方をするっていう、はい、面白い革になってると思います。私も使ってみたいです。はい、ぜひお願いします。ありがとうございます。自社製品が多いですか？私たちが自社製品を始めたのはほんの今年に入ってからなので、まだ全そうなんですね。然歴史は浅いんですけれども、はい、もうなんでほとんどが、他社さんからの依頼で作ってる、製品が多いです。そうなんですね。作っていただきたいものがあった際はどのような形でお願いすれば大丈夫ですか？そうですね、さまざまな依頼の仕方があるんですけれども、はい、デザインを描ける人であれば、自分で絵を描いていただいて、はい、それで依頼をする方もいるし、はい、あとは写真であったりこういったものがいいんですけれどみたいな感じで、インターネットから、拾ってきた画像だったり写真を、もらって、お互いいろいろこう話し合いながら作りを2人で決めて、作るっていうような流れになりますね。ありがとうございます。実際個人でお願いしてくださる方もいるんですか？そうですね、最近はそういった商社さん以外の個人のところから個人の人でも、例えばインフルエンサーの方だったりとか、はい、YouTuber の方だったりとか、はい、そういった個人の依頼も最近は増えて、そういうのを受けてやってます。ありがとうございます。今回見させていただいたカードケースは豚革だったと思うんですけど、なぜ豚革を使用しているんですか？そうですね、私たち、日本っていう国は、はい、豚肉を主にいっぱい食べる国なので、はい、どうしても豚肉をいっぱい食べるってことは豚革もいっぱい発生するっていうことで、その豚革をやっぱり責任を持って私たち日本人の手によって、命を全ていただくっていうことで、お肉も食べるし、やっぱ皮も、全て私たちの手で、価値をつけてる製品化していきたいなと思ったんですよね。はい、で豚皮っていうのは、310日約1年間ですね、かかって、生後生まれてから皮になるまでっていうのはそれぐらいの年月がかかるんですけど、いろんな人の手によって、農家さんであったり、その皮を作る工場の人だったり食肉工場の人だったり、いろんな人が携わって、製品になるんですけれども、はい、この皆さんが作り上げたこの皮を大事に、私たちの手によって製品にして、海外の方に発信できたらなと考えています。すごい深い理由があったんですね。はい、すごいです。その皮はどこから仕入れていることが多いですか？そうですね、主に、革問屋さんという問屋さんから仕入れていることが多いです。あとは、革を作る工場さんから直接買ったりもしてます。あとはうちの今使っているブランドで使っている豚革っていうのは、農家さんであったりとか、はい、革を作る工場さんであったりとか、そういう全てに私たちが入って携わってやってるので、はい、全ての工程の顔が見えるっていうところで、そういった革を使ってやってます。ありがとうございます。目利きというのは、その皮を選ぶ際の
ことですか？そうですね、革を選ぶ際にやっぱり、相手方に求められている革っていうのがあると思うんですけれども、はい。まあ、お客様の希望する革っていうのが、どういったものなのかっていうのを、ヒアリングして、はい。それに沿った革を見つけられるっていうのが、いろんな革の問屋さんとかの革の工場に、長年やってるので付き合いもあって、はい、いろんなところを知ってるっていうのも強みかなと思ってます。ありがとうございます。ブランドによって値段はそれぞれ違うと思うんですけど、それによって革の質だったりは違うんですか？そうですね、一概に違うとは言えないんですけど、各ブランドこだわりを持っていろんな革を使っているので、例えば、高い革を使っているシリーズもあれば、はい。安い革を使っているシリーズもあって、いろんな革を、そのブランドさんも使い分けて、一つのブランドとして構成しているってところがあるので、はい。本当にピンキリだと思います。はい。ありがとうございます。現在は海外に輸出されていますか？そうですね、今メキシコのお客様と、取引してます。財布と名刺入れとキーホルダー、キーケースですね、それをカスタムオーダーいただいて、それの大量製造ということで、1000本ずつぐらい、全部で1000本ぐらい、今年に入ってすぐぐらいに、輸出しました。はい、そうだったんですね。はい、今後海外にもっと輸出を広げていきたいとお考えですか？そうですね、やっぱり日本国内だけでやってる仕事っていうよりも、やっぱりこれからは海外の方にも目を向けてやっていきたいとも考えているので、はい。いろんな国の方たちと、交流できたらなと思ってます。ありがとうございます。ではその輸出を進めていこうとお考えの上で悩みだったりあったりしますか？そうですね、この前初めてメキシコのお客様と取引した時に、お互い初めての取引だったので、輸出の本当に出荷するっていうところのいろいろな、税関への書類だったりとか、あとは銀行へのお客さんからの振り込みがうまくできなくて、何回も行ったり来たりっていうのがあって、結局ちょっと最後の方はバタバタゴタゴタしてしまったっていうのがあったので、その辺はちょっと何回もやらないと慣れかなと思ってます。ありがとうございます。では今後やっていきたいこととかありますか？そうですね、やっぱり私たちのこのブランドっていうのが、今年の6月に販売を開始したってことで、まだ始まって2ヶ月3ヶ月ってところなんですけど、これをやっぱり広く認知させたいっていうのが一番の今の願いなので、これをどんどん広めていきたいと考えております。ありがとうございます。ではこれを見てくださっている海外の方に何かあれば最後にメッセージお願いします。そうですね、革製品であれば、私たち何でもやれるっていう、思いがありますので、何でもいいので、作りたいものだったり、こういったものできるんですかっていう質問でも構いませんので、ぜひ、お問い合わせいただければと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。以上でインタビューを終わりにさせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。